OK かな。はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。週末、ちょっと寒くなってきましたけどね。やっと秋らしくなってきて、今日は結構皆さんもどっか出かけたりとか。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。お願いします。シメディ、こんばんは。よろしくお願いします。はい。どうですか？どっか出かけたりとか。こんばんは。よろしくお願いします。お花さんどうもお願いします。出かけたりしました？皆さん。シメディ、スナットを食べました。いいですね。早く来ましたね、スナット。はい。ね、ドレッシングでいいかなと思います。うん。今日ね、結構、車の方が渋滞してて、まあ相変わらず僕も仕事、土日関係なくやってるので、まあ家庭教師行ったりとかいろいろしてる中、サウナにね、隙間時間にサウナ行ったりしてるんですけど、それでも結構混んでたので、いろんなとこ皆さん出かけたのかななんて感じました。なんかありましたよね、国の方で、なんか旅行の規制緩和かなんか出たんですかね。最近ちょっとニュース見てない。先週ですが、コキアミに行きました。そういえば、茨城の日立のところもコキア有名ですね。なんだっけ、運動公園じゃなかった。日立の公園ね。なんかやってました。いいなぁ。ちょっとまた、写真撮りに行きたいんですけど、ちょっとね、自分のせいなんですけど、仕事を入れすぎちゃって、シメディ、海浜公園ですね。そうですね。ありがとうございます。ネモフィラも有名なんですけど、コキアも結構有名ですよね。はい。ということで、今日最初にですね、また、これ Amazon なんですけど、画面出してるのが。今日ね、実はこのサイリウムっていうのは実は見えますかね？大箱っていうやつですけど、これね、おすすめです。何がおすすめかというと、ご飯食べる、僕今、また1日1食ダイエットっていうかね、16時間してるんですけど、外に行くときは野菜から食べるようにしてるんですけど、うちで食べるときに、大箱を最初に、これ見えますかね？ちょっと大きくした方がいいかな？これ、食物繊維が入ってるやつなんですけど、これを青汁、僕はまあ、これ、青汁の粉と一緒に溶かして、さささってやって飲むんですよ。で、これね、大きく、胃の中でね、膨張するらしくて、一番最初に食物繊維をプッと入れると、便通も良くなるので、多分ね、スナットとこの大箱でね、最強アイテムだと思います。はい。これ、粉なんですけど、すごいきな粉とかに使われるのかな？うん。これトレーダーさんで実は紹介されて、それからね、ちょこちょこ買ってるんですけども、味はあんまりないです。味はあんまりない。なので、僕は青汁の粉を入れて、水に溶かして、で、この大箱をスプーン1杯ぐらいかなを入れて溶かして、なかなか溶けにくいんですよ。うん。なので、バーッとちょっと溶かして、で、飲むみたいな感じで。このサイリウムってやつですね。面白いです。これをやると。ただ、外食が多い場合はね、なかなかできないですけど、家でやるときには、これでかなり、便通も抜群に良くなると思いますし、お腹が膨れるので、食べ過ぎないようになるかなと思います。はい。で、これ Amazon なんですけど、これなんだっけ、今日頼んだやつですね。これ明日来るんですけど、見てったんですよ。素焼きアーモンド買ってますね。
これこの間オーディブルの無料体験も Amazon なので、こう出てますよね。で、バッファローのこれカメラです。これ何かっていうと、最近買ったので、僕オンライン家庭教師やってるんですけど、手元のカメラ、字書くときに、解説するときに、手元にカメラがあった方がいいので、そのカメラを、もう一台買いました。これだから2000円ぐらいだったかな。で、三脚みたいのつけて手元がわかるように、僕がこう書いてることがウェブでわかるように、ということでこれ買いましたね。はい。素焼きアーモンド。はい。大箱出ましたね。これ、サイリウム。9月6日。2ヶ月に1遍ぐらい買ってるのかな。くるみ。8月に物理基礎の問題集買いました。素焼きアーモンド。コンタクトレンズのケース。見てくとですね、これハードディスクですね。いかに自分が物買ってないかがわかる。本当に、買わないですね。これ覚えてます皆さん7月17日、騙された、ポータブルの SSD、4テラバイト入ってるよってやつ。これ、騙されましたってやつね。はい。素焼き、くるみ、素焼きナッツ。ナッツばっかですね。ここで久々フライドオニオンっていうのを買いましたね。サラダになんかフライドオニオン入れたいなと思って、一袋買って飽きちゃってやめたんですけどね。ハードディスクですね。プロテイン買ったのがもう、あれですね。5月28日ですね。はい。で、アミノ酸買いました。くるみ。もういかに俺が素焼きナッツ好きか。ここでフライドオニオンもう一個買いましたね。ということで、ちょっといかに自分が物買ってないかっていうのがわかるというか。はい。多分時代が時代なので、オーディブルもそうですけど、物の時代じゃなくって、いかにね、こう、なんていうかな。人生楽しむために物じゃないものでかっていうことだとは思うんですけど、ちょっと紹介しました。でも僕卓球やるので、卓球の用具はちょっと買いますね。はい。ラバーとかゴムとかね、大会になるとちょっとラバー買ったりする。それメルカリで買ったりすると、メルカリの方はね、ちょっと卓球用品が入ってますけど、そんなに買わないですね。はい。お金もそういう意味で、働いてそんなお金使わないので、貯まるのかな貯まるのかなって言い方変ですけどね。はい。余ったお金はだいたい積み立てをしている感じです。はい。じゃあですね、今日最初にですね、円安のことはもうちょっと後にして、これ。オーディブル。今日川端さん来てないですけども、やっとね、ここ終わりました。好きなことをしてお金持ちになるっていうのが5時間で、あと26分で終わります。はい。で、あと次に、言われたようにこの、同志少年を敵を撃てって、これ15時間あるんですけど、これを読んでいきたいなと思います。1週間で読めるかな。はい。でも、もし、だったら途中でやめちゃうかもしれないです。いいですよね。なんか本も思いました。いいかなと思うのは、最後まで読まなくてもいいし、倍速で読んでもいいし、自由ですね。はい。でも、本買ってるときっとかさばったりとかするので、オーディブルで聞いて、これはこれでいいかなと思えば、次の行けばいいわけだし、すごい楽ですね。はい。これも読みたいですね。日本人が知らない地政学。これも読みたい。はい。このお金の流れの、世界の歴史については、はい、読破しました。すげえ面白かったですね。はい。
自分がこう世界史を喋るときにも、お金の絡みとあるので、結びつきが強くなるし、うん。最近世界史を教えてないですけど、まあ本当に面白いかったですね。はい。小説とかもね、まあ今回これ、同志少年を敵を撃ては小説かもしれないので、ね、どんな流れかしらないです。めったに、ね、小説読まないですけどね。またなんか、いいのがあったら、しののめさんは最近なんか読んでるものとか、おすすめってあります？なんか、この系統がいいとか、小説とか好きですか？ね。情報交換したいですね。はい。またちょこちょこね、ライブラリーで僕もこう探してって、お気に入りにバンバン入れていきたいと思います。はい。また、僕も本要約チャンネルとかやらないので、これは良かったとかそういう感じしかちょっと言えないかもしれないですけど、またね、見ていきたいなと。お金の勉強のやつも入れていきたいけど、まあ、ちょっと面白いのがあればね。なんか僕歴史と絡んでる方が面白いのかな。はい。うん。に気がしますね。やっぱ傾向出てきますよね。はい。川端さんどうも。こんばんは。よろしくお願いします。はいはい、今ちょうどこの同志少年を敵を、同志少女だ。敵を撃て。これをもうじき読み始めるところでありますっていう話をしてました。はい。川端さん小説とか好きです？なんか読みたいものとか、おすすめとかまた、ありますか？もしかしたら僕小説だけだと、読まないかもしれないですね。こういうなんか歴史が絡んでるやつとかは面白いかもしれないですけどね。なんかあったら、教えてほしいななんて思いました。はい。じゃあ、どうしようかな。まあ、会話前後してもいいので、ちょっと次のとこ行きますね。川端っち、歴史系好きなんですね。はいはいはい。ね。面白いですね。多分、ちょっと思ったのは、次に行けって言ってね。年を取ってこれば取るほどきっと歴史好きなのかも。最近小説は読まないですね。そうなんですね。しのみさんもビジネス系とかなのかな？はい。お金の関係とかそういうとこですかね。うん。健康系とかは、僕健康系とかもやっぱ好きなんですけど、本も健康系で読むとなんかこう、要するにどうすればいいのみたいなとこ聞いちゃうので、本だと長い気がしちゃうんですよね。うん。だからなんか、健康系はちょっとこう、YouTube で聞いちゃった方が早いなみたいに思ってしまいますね。はい。はい。ちょっとじゃあ次行きますね。今日、まあ教育系のとこちょっとだけ、最近やっぱり前回も同様、勉強が楽しい人とつまらない人っていうのを、これ、YouTube でちょっと出したいと思うんですが、大人になれば勉強って楽しいかなと思っているんですけど、やっぱ子供たちって試験があるから勉強つまらないですよね。だけど、やっぱりこう、大人になって勉強が楽しいって思うのも変ですが、子供たちにも少しは、こう、勉強が楽しいなと思ってほしいなっていうことで、こちらが君のスクールっていう、ちょっとわかりやすい動画、5分ぐらいなんですけど、こういうのよくあるなと思って子供たちの気持ちになってちょっと見ていただくといいなと思って出しました。ちょっと動画流しますね。あれ？そろそろ定期テストやから勉強するか。よし、じゃあまず数学の問題から解き始めよう。あれ？問1の問題からむずくない？まあこういうストーリー性になってるんですよね。わからん。いや全然問題わからんわ。問題解けへんから全然勉強もんないわ。もう勉強なんかもうやめよう。もう無理無理。フォートナイトでビクロイやわ。シメディありがとうございます。OK です。なんか小さいのもありますもんね。問1の問題がわからないな。よし、そんな時は YouTube で授業動画見よう。いやこれですよ。なるほ
ほど。もう YouTube で見ちゃえばいいと。わかりやすいな。やっぱりハイジさんしか勝たん。よし、決まった。もう一回問題解いてみよう。なんだ、さっき全然わかんなかった問題も簡単じゃん。これも解けるぞ。今の時代いいですよね。わかんなかったら YouTube 見ちゃえばいいんですもんね。子供たちもなかなかこれがね、ワークのページ。思えないですよねうわ、20ページもあるやん。まあ、やっていくか。疲れた。うわ、あと15ページも残ってるやん。これあるあるです。こんな残ってたらもう無理よ。僕もう俺マジでやんなくていいと思うんだけどなと思う時もあります。よし、頑張ろう。どれくらい解けたかな。あ、もう5ページも進んでるじゃん。ってことは5ページ分賢くなったってことだな。よし、もっと頑張るぞ。ポジティブですね、この子は。考え方が。はい、皆さん。明日までに英単語20個覚えてきてください。テストします。なんでやねん。めんどくせえ。めんどくさいな。まあ、覚えるか。オクトーバー、ノベンバー、一本満足バー。もう全然頭入ってこうへんわ。てか、なんで英単語覚える必要があるんやろ。英単語話せたって意味ないやろ。まあまあまあ。わざわざ勉強せんでも Google 翻訳使ったらええやん。まあ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 。もっともなとこもありますけどね。勉強のやりがいが見つからない。確かに。英単語のテストがあるんだった。英単語20個覚えないと。ねえ、かおりちゃん、明日までにさ、英単語のテストどっちがいい得点取れるか勝負しようよ。よし、決定。点数で負けた方が TikTok にダンス動画投稿しないとダメだからね。これね。まあ、これはなかなか難しいですね。こう、何かやりがいを見つけるのに、こう、友達とやり合うっていうのかな。こういう競争したりするの。今の時代なかなか子供たちこういうことはむずいかもしれない。僕がまあ、一緒に覚えようみたいなことはやったりはしますけどね。うん。あ、かおりちゃんに勝った。はい、負けた方が TikTok にダンス動画投稿ね。ゲーム感覚で競い合うっていう考えはいいと思いますけどね。今日も勉強するか。そういや、ノートなかったな。もうこのシワシワになったチラシの裏使うか。よいしょ。あれ、よう考えたらシャーペンもないやん。もうこのもうボロボロの鉛筆でええか。よっしゃ、勉強しよう。もうシワシワや。1番はでも男の子でもこれでもこんなんじゃもう勉強おもんないわ。いいとは思うんですけどね。まあ僕が生きてないかどうかは。よし、勉強しようと。女の子は意外にこういうのはモチベーションがあるみたいですね。可愛いノートで勉強していこう。こういうのはあるっぽい。川場タッチ、私は正解見てから逆に覚えていくタイプ。公式を暗記します。もうその通りだと思いますよ。僕もみんなそうです。そうです。君のスクールでは全国どこからでも指導が受けられるオンラインコースを。はい。ということで、ここのサイトもですね、なんかオンライン家庭教師とかオンラインコースをやってるみたいなので、こうやって動画をどんどん出してるみたいですね。はい。でも川端さんほんとマジで、もうそういうことです。はい。答えを見て、やっていくタイプっていうので、全然いいと思います。やっぱ、どんなものもそうだと思うんですけど、わからないものを考えていくより、わかっていくものを納得してった方が楽しいと思いますよね。トレードもそうだし、みんな勉強そうだと思います。でも子供たちってそれ知らないっていうか気づかないですよね。だからきっかけを僕らも教えたりとかして、なんかこうゲーム感覚で楽しくなるようにするにはどうしたらいいのかなっていうことを結構今話してます。受験生とかも楽しいっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、毎回ね、今ね、テストでね、うっとしたりとかしてる子がいて、いやー、これはね、やっぱりなんか、いろいろこう失うものが大きいというかね、なんか、どうせあと高校まで、例えば中3だったら高校まであと30回ぐらいテストはあるんだから、
どうやって楽しんだらいいかっていう時間を取った方がいいよっていう話をして、目の前のところから少しずつ、で、また、そうじゃないと、よく日本であるのは、受験のために燃え尽きちゃうから、大人になって、マジで勉強しないですよね。本当に。だから、多分こういう受験で燃え尽きちゃう子とかも、こう勉強頑張るみたいな風にしちゃってわけわからず問題解いたりしてるから、大人になってそういうのいるかいらないかとかなっちゃうんで、今の時期からもう楽しくね、ゲーム感覚で勉強できるにはどうしたらいいかっていうのを一緒に考えていく。今日ね、ずっとそんな話をね、生徒としてました。生徒がテストの結果持ってきたんですよ。うん。で、で、悪かったらしくて、で、僕は、結果もう、見なくていいからって、僕は知らなくていいって。で、じゃあ一緒に勉強が楽しくなる方法を、ちょっと考えようってことで今日2時間ね、やりました。っていう話ですね。はい。はい。まあ、大人の人たちはね、このオーディブルとかもそうですけど、聞いてね、勉強してるってことがすごく多いと思います。ね。YouTube とかの教育系 YouTube もそうだし、金融の方も見てると思うので、十分勉強になってると思いますしね。新しいことも多いと思うので、学んでることが多いと思います。はい。もう絶対ボケないと思います。はい。はい。じゃあですね、後半、今日もね、株トレのクイズとかもやっていきたいと思いますので、1週間のパフォーマンスしてからね、円安のこととかも今日やってあれですね、円安行きましたね。147だか、8近くまで行きましたね。まあ、今日この特集で1番目この話もしていきたいなと思います。はい。それでは、トレードの話していきましょうか。トレードの話じゃねえわ。金曜日のところから振り返りの1週間のパフォーマンス見ていきたいと思います。はい。まず、注目のナスダックと S&P500 が、金曜日、引けにかけてずる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 と落ちて、1万と300と、1万と300、なかなか聞いたことないような、値になっております。SP500 も3580と、3600、切りましたね。3000持ちこたえられるかですね。はい。先物も同様。一時期ちょっと金曜日の12時台かな。巻き返したんですけどね。おっと思ったんですけど、もう引けにかけてどんどん落ち、アメリカ時間で午後かな。午後からどんどん落ちていきました。金利の方が2年債が 4.49 とドリボーに高いです。で、ついに10年債も 4% 超えてしまいました。もう、って感じです。半導体もひどかったですね。4.46。はい。まあ、ひどい話ですわ。株やってる人たちはもう、みんな、値動き、見てないでしょうね。はい。長期積み立てなら関係ねえよと思いきや、こんだけね、下がってるとね、今年からやってる人たちはもうほぼほぼ損ばっか出てて、何やってんだかって感じになってると思います。世界も見てきましょう。金曜日、中国がちょっと戻しました。ただ、香港はまだまだ全然戻してません。16,500 ですね。インドがね、ちょっと戻しましたね。ベトナムもちょっと戻してきてます。低い位置ですけど、ベトナムはまだ低い位置ですけどね。インドはいい水準に来てます。ヨーロッパ、金曜日、あんまり変わってません。プラスですけど、0.67 なので、大して上がってません。低い水準を来てます。ブラジルが最近ちょっと良くないみたいですね。はい。先週良かったのか。今週戻してるって感じですね。ボベスパパ。という、アルゼンチンもちょっと良くないですね。ここら辺が良くないです。はい。コモディティいきます。金曜日のコモディティは、
あれこれ、動いてる？金曜日先物動いてましたっけこれ。あれ？ちょっと、あれ？俺ちょっと金曜日の市場、コモディティがほとんど数字が同じな気がするんですけど、見てなかったですけど、動いてますかねこれ。金曜日。アメリカの市場金曜日、これ同じような値ですね。木曜日と。違うかな？ちょっとこっち見ていいですかね。先物取引金曜日やったのかな？ちょっとごめんなさいね。1時間足見ていいですか？やってるな。昨日はじゃあ、コモディティはあんまり動かなかったんだ。1時間足ちょっと見たんです。そうなんですね。すいません。動いてないなと思ったら動いてましたね、これ。はい。金曜日、ゴールドが1日で 1% って言っても、でも、アメリカ市場だと変わってないですね。シルバーも安い水準です。原油も 84.5 なので、まあ安い水準です。でもこれでも原油、1日でこんだけ下がっててもまだ今レンジじゃないですか？長期目線だと。80後半と、85から80後半にいますもん。ただ今ちょっと、天然ガスもそうですけど、どっかでこれレンジブレイクというかどっちか触れてくると思います。はい。どっちか行きますね、これ。今、静かですけど。必ずやってきます。ソフトコモディティが、小麦が落としてますね。金曜日。はい。下落トレンドに入りそうならいいですね。はい。仮想通貨さえちょっと見てみましょう。今動いてますね。仮想通貨も昨日か一昨日なんか、FOMC の後かな？ぐっと上がりましたね。で、また戻ってきちゃいましたって感じです。一時期、イーサも 10% ぐらい上がってたのを見たので、FOMC の会合の後ですね。1日ぐらい。で、戻してる感じです。はい。こんな感じですね。今は。まだおとなしいですね。土曜日。FX ごめんなさい。見ます。ドル円。最後148って、俺、サムネイルより全然違うじゃん。148.7 で終わりましたね。ここか。すごいですね、これまた。150まで行きますね。150、行くよな、これ。ユーロが 144.6。148ですよ。フランが147。すっごいですね。何年来でしょうこれ。もう、ニュースでやってました。24年ぶりとか30年ぶりとか。なんかそんな話じゃないですか。今日やっていきたいと思いますね。このドル円のことは。はい。じゃあ SP500 の方で、もう1週間のパフォーマンス見ます。今週1週間は結局、マイナスとプラスで結構分かれてました。大型株の方は、テスラとアマゾンが落ちてて、ガーファムもちょっと悪い。メタも 5% 落としてますね。逆に良かったのが、今週はヘルスケアが良かったです。あと、銀行も良かったですね。利上げしてるとこんだけ銀行いいのかな？ JP モルガン、バンコクアメリカ、ともにいいですね。あと、日用消費財は、ペプシが良かったですね。コカ・コーラそうでもなかったのに。
くらいですね。エネルギー変わらないです。結局、いろいろありましたけど。1週間だとね。はい。そんな感じ。あ、半導体は悪かったですね。NVIDIA も 7% 落としてました。あ、昨日の影響も大きいと思いますね。はい。ブロードコムも落としてます。で、1週間の見ましょう。間違えた。こっちの世界の方の1週間ですね。はい。今週1週間はカナダもちょっと悪い。アメリカと連動してると思います。ブラジルがすごい赤いですね。やっぱり先週良かった分が今週戻ってきちゃった感じです。ヨーロッパはくすんでますので、実はそんなに1週間ではパフォーマンス悪くなさそうです。低い水準で今、なんていうの、低迷してる感じですね。今週1週間は。イギリス、フランス、スウェーデン、ドイツ、はい。ともにみんなくすんでます。中国が真っ赤っかです。もうアリババ、もうアリババ73ですよ。いやー、ひどいですね。もうあれ何これ。なんでこの黒い NA って出ちゃってるのこれ。なんでこれ。ペトロチャイナとかこれ数字が出てない。なんでですかね。黒いのが出てます、これ。エネルギー関係がなんでチャートが出てないんだろう。ちょっとわからないですけど、おかしなことが起こってますね。黒いですもん。はい。ジンドンも。ひどいですね、みんな。ニオも。今週中国めちゃくちゃですね。いや、こんなにひどいと思わなかった。ちょっと今週中国のニュースあんま見てなかったですけど。なんだこれ。ダントツで悪いです。まあ、半導体もね、悪いですけど、中国がめちゃくちゃ悪いですね。それだと日本は今週悪いなりにもそこまで悪くないって感じですね、今週は。はい。マイナスですけど、トヨタがマイナス 1% ですから、ソニーがマイナス 3% なので、世界と同じかな、日本は。ヨーロッパと同じ感じですね、今週は。中国がひどい。かったです。インドは変わらずですね。はい。という1週間でした。はい。それでは、特集の方に行きたいと思います。いいですね。チャートの方もいいな。はい。今日ですね、こちらの、YouTuber さんを紹介いたします。この YouTuber さんは、投資顧問チャンネルって書いて、登録者数はそんなにいないんですけど、この、今、旬なので、この円安進行はいつまで、終わった後、日本経済に与える影響はっていうことで、この動画に関しては、結構バズってました。18万ぐらい再生いってたので、最近出してる動画なんですけど、結構みんな注目して見てたのかなっていうことで、多分この YouTuber さんはあんまり知らないですけど、この動画はね、結構面白かったなと思います。10分ぐらいですけど、一応これ入れながら喋っていきたいなと思います。はい。皆さんはいつ進行どうですかね？いつまで進行するなと思いますか？こんにちは、石塚です。ちょっと聞きながら考えてみてくだ円安さ。はいいつまで続くのか、そして日本経済への影響について話していきたいと思います。円安によって8月の日本の貿易赤字は2兆3713億円と過去最大に膨らんでいます。この貿易赤字の増加は私たちの生活コスト上昇にも直結してしまっています。すでにスーパーで買う食料品や普段使っているレストランの値上がりを感じている方もいらっしゃるかと思いますが、背景には食料品の輸入コストが円安で上昇していることがあります。1ドル140円の円安水準が来年3月まで続いた場合、今年度の2人以上の世帯の支出は前年度と比べて平均78,400円増えるとの試算も出ています。さらに直近では円安によるエネルギーコストの上昇を受けて、東京電力が法人向けの電気料金を来年4月から
12から 14% 大きく引き上げるとも伝わっていますから、企業による値上げはさらに加速する可能性があります。そこで今回の動画では、ズバリこの円安はいつまで続くのか、そしてこの円安が終わるということが日本経済にどういった影響を与えるのか、皆さんが気になっているところをアナリスト目線で分かりやすく解説します。さらにそういった状況を先読みして株で儲ける方法についても今回の動画で教えています。なるほど。退任するまでかな。ハイスピードな円安進行はいつ終わるのか。2、長期的な目線に立った上で日本経済に与える影響。3、株の買いどころは、この順番に解説していきますので、絶対に最後まで見ていってくださいね。現在の円安の大きな原因としては、日本と他の主要国との金利差拡大があるというのは、ちなみに全然関係ないですけど、この特にアメリカではソフトってよく使われるんですかね。日本では僕本要約チャンネルか、なんかこのアニメーションのソフトってよく見ます。お得ということで、円安がどんどん進んでいます。チャートを見ても日米金利差の拡大にドル円相場が連動していることがお分かりいただけるかと思います。しかし、金利差の拡大による円安はいずれ収まると考えられます。なぜならば、海外で行われている利上げは永遠に続くものではなく、景気が傷んでくれば、いずれ利下げに転じると考えられるからです。今は変動の高いドル円相場をチャンスと捉え、レバレッジを効かせたポジションを持っている投資家も多いですから、これ以上金利差は拡大しないと考える人が増えれば、そうなんですね。円安を巻き戻す動きが一気に出ると考えられます。そこまで来たんですね。実際に7月いくらぐらい ?20 円ぐらいとかですか？アメリカの C6 月期 10% ぐらい上がってるのかな。前年比で2四半期連続マイナス成長となったことをきっかけに、ドル売り円買いの動きが加速する場面が見られました。結局まだまだインフレは止まらずに、アメリカの利上げ局面も続く見通しです。そのため、この時の市場は先走りすぎていたと言えますが、いずれドル円相場が本格反転する場面は訪れると見られます。ちなみに今の時点では、来年末頃がそのタイミングになると考えられます。来年末。9月の FOMC 後に発表された見通しでは、アメリカの政策金利は今年の年末には 4% 台により、来年いっぱいは高い水準が維持された後、2024年にかけて利下げに転じると見られています。1年先の景気後退確率も上がっていますので、ドル円相場は2023年末頃にはアメリカの景気後退と利下げへの転換を織り込み始め、円高方向に向かうと予想ができます。もちろんこれらは今の市場に織り込まれている予想ですので、想定よりもインフレがしつこかった場合、円安がより長く続くと考え、景気後退の兆しがより早い段階で見られた場合、早期に円高にトレンド転換すると考え直す必要があります。それでもアメリカの政策金利の予想と景気後退くらい値上げで、やっぱそれぐらいなんですね。円安トレンドがどこまで続くか想定できるというだけでも参考になるかと思います。また日銀による為替介入なども入っていますが、これは加速度的な円安進行を止める目的で行われており、介入で短期的に為替レートが乱高下することはあっても、大きな流れは金利やこれからお話しするファンダメンタルズに左右されてくると考えられます。それではここから少し長期的な視点でお話を進めていきます。為替は長期的には購買力陛下に基づいた水準に向けて収束していく傾向があります。購買力陛下とは、2つの通貨がそれぞれ自国内で商品、サービスをどれだけ購買できるかという比率です。簡単に説明すると、例えばアメリカでインフレが起こり、iPhone の価格が800ドルから1000ドルに変化し、日本の iPhone の価格が800ドルのままであった場合、日本で iPhone を買ってアメリカで売れば200ドルの利益が出ることとなります。この取引で円を買う圧力が生じるため、為替レートは日本とアメリカの商品にどちらがお得という価格差がなくなるまで円高方向に動いていくこととなります。実際には関税や輸送費といったコストがかかることもあって、厳密にその通りに為替が動くわけではありませんが、その国の物価が上がれば通貨の価値は物に対して目減りするわけですから、インフレ率の高い国の通貨の方が安くなりやすいというのは、為替レートの決定理論として有効に機能しています。この理論を用いて、日本は先進国の中でも物価上昇率が低い国だから、今後為替レートが円安方向に進み続けることはなく、いずれ行き過ぎた円安は修正されるとも考えられます。しかし、長期的に心配しておいた方がいいこともあります。購買力陛下と為替レートのチャートをよく見ると、2014年頃から企業物価指数に基づく購買力陛下である緑の線よりも円安水準でドル円相場が動くようになっているんです。つまり、以前より円安になりやすい環境が根付いていると考えられます。背景には、金融緩和によって円安が進んでも貿易黒字が拡大しなかったことがあるとみられます。
2013年から始まったアベノミクスで株高と円安が進んだのは覚えていらっしゃる方も多いかと思います。この時、お花、総裁交代しても小幅利上げしかできないからアメリカの景気後退利下げまで無理かと。しかし実際はそれほどなるほど、そうですね。日本はエネルギー価格が上昇すると貿易赤字が膨らみやすい国になってしまうのです。言えると思いますね。そしてエネルギー価格が高騰したことを受けて、今年8月の貿易赤字は単月として過去最高を記録することになります。貿易赤字になると海外への支払いが増えるため、円売り圧力が生じて円安に拍車がかかりかねません。このような構造になってしまった理由としては、まず日本企業の海外移転が進んだことが挙げられます。海外直接投資を見ても2013年以降に拡大しています。さらに東日本大震災以降の原発停止もあって、日本はエネルギー価格上昇の影響を受けやすくなっています。こうした構造の変化が私たちが円安を喜べなくなってしまった理由にもなっていると考えられます。ではどうしたら日本経済はいい方向に向かうでしょうか。なかなかこの動画多岐にわたって問題を解決するために今出てきている動きがまとまってますね。それがインバウンドの拡大、原発の再稼働、日本企業の国内回帰です。まずインバウンドについては、練習も大変だったんだろう。10月をめどとした入国者数上限の撤廃といった方針が打ち出され始めています。コロナショック前の2019年のインバウンド消費額は 4.8 兆円となっていますが、この数字は今年の1月から8月にかけての貿易赤字額8兆8997億円と比べても十分な規模で、円安是正という点でも期待が大きいです。政府としても円安に歯止めをかける政策の一つとして、インバウンドには頼らざるを得なくなっていると考えられます。次に原発の再稼働については、賛否もあり安全面での課題が残るところではあります。しかし貿易赤字拡大の一番の原因がエネルギー価格の高騰であることを考えると、エネルギー価格が急反落しない限りは再稼働に向かう流れは続いていくと見られます。最後に日本企業の国内回帰という点では、6月の日銀短観の設備投資計画でソフトウェアを含む設備投資額が全規模合計で前年度比 15.5% となり、この基準で集計された2004年度以降で最大の伸びを記録している点に注目したいです。脱炭素やデジタル化といった分野への投資意欲が高まっている上に、円安もあって国内に投資を行いやすくなっていると見られます。中長期的には日本の生産性向上に結びついていく期待をしたいところです。ここまでお話ししてきた変化はすべて円安が進んだことにより、政府や企業が判断を迫られて生じた新しい流れと言えます。そして金融市場では変化があるところにこそ利益を得るチャンスがあると言えますから、政策金利上げたら政府の国債返済額増えます。具体的には、今住宅ローン返済破綻もありますね。うわ、住宅ローン返済破綻はやばい。リーマンショックだ。ハイペースな円安進行は、やばいな。アメリカの金融政策の転換とともに収まると見られますが、それでも日本は日本の不動産関係は絶対やばいですね。是正するような政策、企業の動きに今後も注目していきたいです。今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。なかなかこの動画まとまってていいですね。いろんな多岐の分析が入ってて分かりやすかったです。はい。まあ円安になりやすいなっていうのは、分かってたっていうか、なんですけど、まあ、150円っていうところが一つポイントに高止まりして、またどっかで落ち着く。ただ、もう2010年ぐらいでしたっけ？円高っていうか100円切った時、まあ、あそこには戻れないのかなっていう、まあ、日本のその価値というかは、100円まで戻ることはもうないのかなって思います。ただ、まあ、110円近辺ずっといたので、あのあたりまではね、あるんではないかなっていう気はしますよね。エネルギー価格が、そうですね。下がっても、円安については、まあ、どこを円安っていうかっていうか、今の状態140円台を円安って言うんであれば、そうですね。思いますけど。エネルギーは、短期的には、
まだ今、原油も80いくつ、何ドル ?88 ドル。違うわ、85ドルぐらいですか。60ぐらいまで行くかもしれませんけど、だからといって、サラブゼロス、どうもお疲れ様です。はい。今ちょっと日本の話をしてました。円安の話をしてました。まあ、元を正せば、アメリカ経済が影響をもたらしてる。日本だけで世界に影響させれる力はないので、まあ結局、アメリカのところの影響から引っ張られてるとは思うんですけど、まあ、続いていくだろうなと思うし、日本は円安を考えながら生きていくしかないとは思いますよね。はい。ではですね、ちょうどサラさんが来て、どうですか今、なんかこう、現場特派員じゃないですけど、経済とか物価とかでアメリカの方で何かこう変わったこととか、変化はありますか今は。ちなみに今、川端さんがビールは値上がり、日本では値上がりしたということですけど、はい。不動産とかはどうですか今は。なんか変化はあります？ちょっとそれを言いながら、ちょっとこっち変えて。サラフゼロス、ガソリンが6ドル後半で落ち着いてますね。言ってましたね。6ドル後半なんですね、今。よかったですね。まずは。はい。日本もガソリンが150円ちょっとぐらいかな。私のエリアは不動産は弾けましたね。弾けた弾けちゃったすごいなはい。という、ついに、なんかなアメリカの方の不動産が弾けたっていうとなんか嫌ですね。で、また、なんていうのかな。リーマンショックじゃないですけど、アメリカが、今あるかわかんない。不良債権抱えてて、投資銀行か何かが、こう、ね、変なことが起こってるっていう、なんかニュースかなんか流れたら、やだなぁ。僕ら。サラフゼロス、新しいクレカを申請して使う人がかなり増えたという話を聞きました。どういうことなんだろう？新しいクレカを申請して使う人が増えた。新しいクレカを申請するってどういう意味なんだろう？お金が足りないわけではなくて？どうなんですかね？クレジットカードを申請して使うっていうことは、お金を借りてるってことかな？サラフゼロス、持ってるクレカの限度額がマックスになったためだと思います。東雲、自転車操業的な。ほう。そういうことかな？川場タッチ、カードローンですね。そうですね。お金がなくなってきている？消費が増えてるってこと？どう捉えたらいいんですかね？サラフゼロス、そうですね。小切手から小切手で生活してる人が多いので耐えられない感じかも。はあ。こういう言い方はいけないですけど、貧富の差が出てきたっていうか、コロナ明けて、働いてる人も、でも、あれか、働いてる人も出てきてるからカードローンも組める。物価が上がって払えない。そうですよね。アメリカの方がそれが顕著で、だからただ、
クレカを申請して使う人が増えてる。クレカが申請できてる。サラフゼロス、いわゆる中間層がそう崩れ出しですよねました。なるほどね。やっぱそうですね。まあ、日本と、ちょっと近くなってきている。まあ、日本の場合、中間層が、もうなんか400万って言われてたことが、もうお花、 300怖い万とか。ですね。ああ。そうですね。物買わなきゃいいっていう言い方もちょっとあれだけど。川端っち、やっぱね借金しないと生活できないのか。そういうことなんですよね。要は。このクレカの申請して使う人っていうのが中間層だったのが少し中間層が下がってきてるってことですよね。ああ。なるほど。ちょっとわかりましたっていうかおかしいですけどね。はい。では、サラフゼロス、はいはい。電気代ガス代も半端ない値上げなので。まあそうですね。はい。本当思います。日本の比じゃないと思います。はい。エンゲル係数じゃないですけどね。はい。まあ、そう思うと本当にまだ日本の値上げ？物価の値上げって、ある意味まだ大したことない気はしますけど。東雲、日本人と考え方が全然違いますからね。まあそうですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今日最後に、多分、サラさん初めてかな？この、株トレについてね、ちょっとやっていきたいなと思います。よろしいですか？ちょっと、1、2問、今日もやっていきたいと思いますね。ほい。今日はですね、この株トレですけども、第1章の、売買高の変化を読むっていうところの第5問、実際のチャートにチャレンジ、それから第6問、直感をバカにできないっていうテーマで、一緒にね、考えていきたいなと思います。はい。売りか買いか待つかっていう感じですけど、やっていきたいなと思います。いきますよ。今日は見えるかなここで。見えますかね？第5番。実際のチャートにチャレンジ。このチャート、売り？買い？様子見？どうしましょう？じゃあちょっとここにチャート出しますね。ちょっと僕本を見てきますね。いよいよ実践。過去に実際にあったある銘柄の1年3ヶ月間の株価チャートから作ってますと。まあ、銘柄と、時期は伏せています。で、チャートを見てくださいね。はい。チャートの説明は、横軸が、期間、縦が株価。で、売上高の売買が、こうね、棒グラフで出てます。で、株価はこういうチャートをしていますという感じです。説明をしていきますね。先入観が、投資判断を狂わせる。銘柄や時期を伏せているのは、チャートだけに、まあ、純粋に見てもらうためですと。実際のチャートで見るとき、いかに先入観を排除して、純粋にチャートを見るかが極めて重要ですと。最先端のバイオ技術を持った素晴らしい企業だという先入観があると、明確に売りシグナルが出ていても目に入らなくなってしまいますということですね。さあ、ちょっと今日テクニカルだけで、これでこのチャートを見て、ここですね、今この位置ですね。この後、売りか、買いか、様子見かっていうとこですけど、いかがですか？皆さん。何でもいいので、ちょっとご意見をいただけたいと思います。じゃあ今日僕から言いますね。川端っち、
売買高増えてるから買い。あ、ここですね。あー、なるほどね。東雲、買いたい。買いたい。買いたい。はあ、買いたい。シメディ、上がりそうだから買い。上がりそうだから買い。お花、はい。売買高上がっている様子お、様子見ですね。はい。サラさんとかどうですか？こう、はい。これを、例えば、どういう風に線をつけるのもありだと思いますね。線をつけるっていうか、なんつうのかな。平行線とかあるじゃないですか。あと、レジサポラインとかも見てもいいかもしれない。はい。で、売買高も見たりね、いいかもしれないですね。じゃあ僕。タラフゼロス、様子見。様子見出ました。あ、二人ともお花さんと、はい、様子見出ましたね。僕も様子見で行ってみようかな。はい。僕の理由はただ、今の位置が、ここの高値をまだ抜けてないからっていうだけです。もうちょっとここが抜けて、戻して抜けるようだったら、抜けたところでレンジブレイクして買ってもいいなと思います。そうするとカップイズハンドルみたいな形になってくるので、で、様子を見たいっていうだけですね。はい。あとなんか、ちょっと、三角持ち合いに見えるというか、まだここでくすぶっているので、持ち合って抜けそうな位置かなっていう感じですね。ただ、わかんないですよ。これ僕も、見てないので。いきまーす。いいですかね皆さん。答え。ドン。あ、買いでした。はい。三角持ち合いについておきましょうということで、じゃあちょっとこちらの方見ますね。あ、ここが持ち合いだったんだ。はい。ちょっとこのグラフを見せます。じゃあちょっと読みますね。出題したチャートは三角持ち合いが収束したところから株価が勢いよく上振れしたところだったと。あ、そうだったんだ。俺まだ持ち合ってるかと思ってた。はい。でも、そうですね。川端さんこう書いてありましたね。売買高が大きく増加しています。ここでもう抜けたんですね。はい。売買高は人気のバロメーター。急に人気が出て、上昇が始まったと考えられます。実際のチャートは次の通り、この後、大きく上昇しました。こういう動きだったんですね。はい。ここで、これ下読んでますけど、ここで買いと判断するのに一番重要な根拠は売買高の変化です。売買高が急増しているということは、何らかの情報に基づいてよっしゃーと買い始めた投資家がたくさんいると思われます。それについていくべきですと。トレンドについていくべきです。もし、売買高が増えないまま、株価だけ上がっているのであれば、あまり信用できる買いシグナルとは言えません。三角持ち合いの上振れには騙しもあるからです。売りが少ない中で、たまたま株価が上がっているだけで、その後、売りが増えてしまうのもあるかもしれませんと。でも、このチャートは売買高が急騰していますと。明らかに何らかの好材料が出たはずですと。はい。このチャートのパターンであれば、買いでついていって7割以上の勝率で勝てるでしょう。ということに書いてあります。で、こうね、解説がもう一個あるので、ちょっと三角持ち合いについての解説をもう一枚出します。これですね。これでいいかな。はい。三角持ち合いについての解説をちょっとだけ読んでいきます。三角持ち合いを生み出す投資家の心理ということで、よく言われていることですけど、確認でいきたいと思います。株価チャートをよく見ると、あちこちに三角
三角形ができていることに気がつきます。出題したのは特大三角形持ち合い。他にも1週間や数日単位で作られる三角持ち合いをよく見ます。1日の値動きの中でも小さな三角形はよくできますと。で、チャートの方がね、書いてあると思います。三角形ができる理由はシンプルです。1番、相場はいつも行き過ぎている。2番、行き戻りしながら収束点を探す。まあ、今これね、悪材料が出た、ダーンと行き過ぎた、また戻ってきた、戻りすぎか下げすぎかっていうことでどんどんこう収束して持ち合っていきます。この辺でいいだろう。これすごいわかりやすいですね。三角持ち合いの考え方。はい。相場って本当にこう、バーンと行き過ぎちゃいますもんね、最初。はい。悪材料出たって。昨日もそうですよね、ナスダックとかも。はい。最近悪材料出るとスドーンといきますもんね。はい。で、カッコ3。これがまあ、三角持ち合いの考え方ですね。はい。という内容でした。まあ、三角持ち合いの心理戦とかも書いてあるんですけど、ここ飛ばしますね。はい。じゃあ、次の問題参りますよ。今日最後です。6番。直感を馬鹿にできないという題名です。このチャート、買い？売り？様子見？どうしましょうかということで、またチャートを出していきます。ちょっと見てくださいね。じゃあ、この間にポイントを話しますので、ちょっと考えていきましょう。チャートの方また確認ですけど、横軸が期間で1ヶ月、1年3ヶ月ですね、これは。それから、株価の方が上。1000円、1400円から2400円までの間を言ってます。銘柄は伏せてあります。ちょっとポイント読みます。右脳を働かせよう。私たちの脳は左脳と右脳で、働きに違いがあることが分かっています。左脳は主に言語、計算、論理的思考を担当します。右脳は主に、直感、イメージ、ひらめきを担当していますと。株式投資では右脳と左脳のバランスよく働くことが大切ですと。財務諸表を読み、将来の利益を予想して売買するのは左脳の仕事です。チャートから流れ読むのは右脳の仕事ですと書いてあります。皆さんは右脳派、左脳派どっちって聞いてますね。さて、今読んでてどうでしょうか。今、直近は下げているところですね。ここは。売買高が。東雲、即売りたい。即売りたい。即売りたい。下がって、ちょうどこれ三角持ち合いだったら、落ちそうだから売りっぽいとこもありますね。で、川場タッチ、売買攻撃げてるので売り。ここがそうですかね。売りっぽいとこもあります。どうでしょう。まだ様子見をしたいとこもありますからね。どうでしょうか。今のこの位置。お花、この売買高減っている。三角持ち合い下がっているから売り。ですかね。なんかそんな雰囲気もありますよね。はい。そうですね。三角持ち合い、ここから三角持ち合いにするならか。タラフゼロス、1500くらいで入って1900台なら売っちゃいます。1800ぐらいで入って、1900台なら売っちゃいます。1900、そうですね。この今の位置って1900台だから、なるほど。売って、下で入れるかっていうことですね。1500か。
1500で入れたら確かにすごいですね。1500。まだまだあれですよね。今これちょうど1900台ですね。なるほど。はい。ちなみに皆さんどうですか？話変わりますけど、皆さんは右脳派ですか？左脳派ですか？なんかあります？そういうのは。考えたこととかありますか？右脳派、左脳派。どうでしょう？ちょっと関係ない話ですけど。僕は多分、右脳派だろうな。割と瞬間でひらめいて動いてく方が多い気がしますね。はい。サラフゼロス、どっちも動いてない。いや。そう、確かにそれ言われると、もう動いてるかわかんないですけどね。確かにね。はい。サラフゼロス、ビーミングフェイスウィズスマイリングアイズ。はい。なんていうのかな。川場タッチ、直感派です。そうなんですね。はい。直感大事にしたいですね。やっぱり直感で動いて失敗すると、何かなと思うんですけど、特に、こう、車の運転で直感が多いですね。シメディ、脊髄反射派です。そんなのないです。なるほど。あちってやつですね。最初焦りました。何かなと思った。はい。ね、はい。面白いですね。言い方が。はい。そろそろちょっと答えいきますよ。もうちょっと時間が。直感派ではないです。ありがとうございます。皆さん。はい。ちょっと時間も押してきたので、解説の方答えいきますよ。はい。ドン。答え、売りになってます。ちょっとチャートの方これ見てくださいね。はい。解説読んでいきます。出題したチャートは、三角持ち合いを収束したところから、株価がドスーンと落ちたところでした。はい。売買高が急減しています。減ってますね。はい。売買高は人気のバロメーター。何か悪い話が出て相手がいなくなる中、急いで売ってきている投資家もいると思われます。その後、さらに株価は大きく下落することとなります。まあこれ今日実際のチャートらしいので三角持ち合いから抜けて下抜けちゃったよーっていうことですね。はい。その後、これ、見ていただくとわかるんですけど、売買高が減少してって、また少しずつ伸びてきていますね。だから、サラさん、欲しい。1600ぐらいで持ち合って、売買高が、戻ってきてます。これ。だから1600ぐらいで買いポジションを見るかどうかっていう感じになってきてるんじゃないかなっていうことですね。はい。はい。それから、右脳を軽く見てはいけませんと。チャートは投資家の心理、右脳の判断で現れています。左脳は買いだと言っても、強烈な売りシグナルが出ていれば、多くの投資家が、右脳が売りだと言ってるかもしれません。素晴らしい株と言われているけども、なんとなく嫌な予感がする。みんな熱狂していた成長株がボロボロになっていく瞬間です。いやーもうありますよね、これ。半導体とかでももろに思いました、これ。はい。で、すでに気づいた人もいると思いますけども、このチャートは、さっきの問題の、ひっくり返した逆さチャートですって、これ。です。上下を逆にすると、買いと売りの判断も逆になります。なんだ、この問題6番って結局5番のひっくり返したやつなんですって。なんちおうちなんだ、これ。はい。ということでしたね。はい。ということで今日はね、三角持ち合いについて、
クイズを出させていただきました。はい。またね、こういうような、もの、60問あるので、いろんなケースで見てって、いろんなチャートパターンをね、こうやって勉強してって、まあ、少しパッと見て、あ、これ三角持ち合いかなって見えたりとか、売買高がね、大きいな、小さいなっていうのを見たりとかして、基本的なことかもしれないですけど、テクニカルをこうやってね、楽しくね、学んでいけたらなと思っております。はい。来週木曜日また23時でまた何か、ネタ仕込んでいきたいなと思います。まあ、円高の話はね、もうこれぐらいでいくと思うんですけど、また、そうですね。なんでしょうね。どういう話があるんでしょう。また、なんかニュース見て、サムネイル作っていきたいなと思います。はい。サラさんもありがとうございました。また、最後の方ね、こうやって一緒に皆さんで考えて楽しくやっていきたいと思いますので、ね。この前ドル円の一瞬の暴落、日銀っぽいです。やっぱそうだったの？そうだったんですね。為替介入チロッとあったんですね。1分で1円変わったやつ。やりますね。まあ、やっても150までは行くっしょ。あ、G20 かなんか会合、俺その後聞いてないですけど、なんかあったのかな？また、そうですね。なんか G20、黒田さんが出てたっていうか、ありましたね。はい。はい。はい。じゃあまた、木曜日ね、そんなことで、いろいろ楽しくね、話していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。今日もどうも長い間、ありがとうございました。夜景シリーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ひめみ、お疲れ様でした。サラフゼロス、お疲れ様。しののめ、お疲れ様です。